こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドのりたけの技法4、ビーディングを見ていきたいと思います。ビーディングは盛り上げ技法の一種で、金点盛りとエナメル点盛りがあります。金点盛りは一鎮という盛り上げに使用する道具で、天井に盛り上げた後、筆で金彩して焼き付けをします。通常の盛り上げと少し違うのは、一鎮の金具の穴を小さめにすることと、粘土に糊などを加え、粘土を増すことで、点盛りを保てるようにすることです。金点盛りは、皿、花瓶などの高級品に多用され、花瓶口、窓絵の縁周り、取っ手、お皿の縁飾りなどの部分によく見られます。この花瓶も風景画をハイライトするようにビーディングが施されています。冬景色の風景画はオールドのりたけでは珍しい図柄です。写真が戻りますが、こちらはビーディングバラ絵4足植木用飾り鉢です。綺麗なぼかしの地にビーディングが施され、大輪のバラが力強く手書きされています。これは八角ディッシュです。縁だけでなく、枝のような模様にもビーディングが施され、とても華麗な器になっています。こちらは金盛り家紋ジュール風景図飾り皿です。水辺の風景が描かれた窓絵の上に、創業家である森村家の家紋、下がり富士がジュールでハイライトされています。これも窓絵の縁、そしてお皿の縁にビーディングが施されています。こちらはバラ絵パンチボールです。フルーツポンチのメインボールです。この器は窓絵の縁、ボール内側の縁、外側の縁にビーディングが施されており、大変豪華です。これはヌーボー金盛りバラ絵ディッシュです。ペーズリー柄、そしてアールヌーボーの曲線と縁にビーディングが施されています。この細かさ、膨大な数の点盛り、職人の根気に脱帽です。こちらはアクアビーディングのシュガーポットです。ビーディングが水色の粘土で点盛りされており、見た目があたかも水の泡のように見えることから、アメリカではアクアビーディングと呼ばれています。これもアクアビーディングのクリーマーです。シュガーポットとセットになっています。金の地にアクアビーディングが生えて、バラ絵とともに上品で華麗な一品に仕上がっています。こちらはアクアビーディングの花瓶です。窓絵の縁は金のビーディングです。口と底が金彩で、より豪華さを増して見えます。これはビーディング草花図ビスケットジャーです。このデザインは京都出身の絵付け職人石田佐太郎によるものです。石田佐太郎は森村組を代表する著名な画工です。
清水焼の卸商の家に生まれながら、京都から名古屋へ移った石田は、アールデコ風や金彩、色盛りに工夫を凝らすなど、オールドのりたけのデザインが明治初期のヨーロッパデザインの模倣から脱却し、一歩前進していったことに大きく貢献したと言われています。こちらは金森ジュール緑地大花瓶です。高さが61センチもある大きな花瓶です。ビーディングは大きさ、間隔を正確に揃えなくてはならず、特に丁寧な職人技が要求されることから、着物の鹿の子絞りに似ているように思います。小鹿の背中のまだら模様に似ていることから、鹿の子絞りと呼ばれる絞り染めの着物をご紹介します。絹織物にくくり技法と染め分け技法を用いて施す模様染めで、こちらも大きさ、間隔を正確に揃えてくくる必要があり、職人芸と言えます。この小さな点の集まりで模様を作り出すのはかなりの根気がいるのは間違いありません。これはコバルト風景図小花瓶です。こちらも風景図の上と下にビーディングが施されています。形状は小さくて可愛らしいですが、力強さを感じます。こちらはビーディング菊絵花瓶です。和の柄の菊が写実的に描かれ、ビーディングの金と相まって着物の帯のような柄となっています。これもビーディング菊絵のトランペット型花瓶です。菊絵、ビーディングが花瓶の口の内側にまで描かれており、見事です。こちらはヌーボー金森エナメル花図花瓶です。大理石模様の地にアールヌーボーの曲線、そして白いエナメル盛りで花が描かれています。上部の葉っぱは細かいビーディングが施されており、明治時代としては斬新な図柄です。これは金森ジュールカトレア絵ビスケットジャーです。カトレアの絵の周りがビーディングとジュールで彩られており、豪華に仕上がっています。中央奥は歯車型オリーブセットのメインのお皿です。このメインのお皿の他に個々に取り分ける小皿でセットになっています。歯車型の凝った形が特徴的ですが、緑色の地に金のビーディングが輝いており、目を引きます。アクセントとして描かれたスミレの花も可愛らしいです。今回はオールドのりたけの技法4、ビーディングをご紹介いたしました。次回はオールドのりたけの技法5、モールドをご紹介いたします。